はいどうも皆さんこんにちは、サーディの河野玄太です。宮廷大ウィーク4日目は北海道大学ということで、ゴールデンウィーク期間は河野塾イズム塾長である僕が毎日旧帝国大学の最新年度の入試を丸1年分実況プレイしていきます。ゴールデンウィーク期間はもう折り返しですが、受験生の方はまだまだ気を引き締めて頑張っていきましょう。宮廷大の問題は両問難問揃いであるということは言わずもがなではありますが、今日もそれらの入試問題を楽しみながら実況プレイしていきます。そもそもね、実況プレイって何かっていうと、僕が初見の問題を解きながらただ思ったこと、考えたことっていうのを話していくっていう内容なんですけど、もうね、入試問題を解くのってゲームみたいで楽しいんですよ。だって勉強を通して集めてきた武器を使って入試問題っていうボスを倒していくわけですから、これって完全にゲームと一緒なんですよね。しかも僕自身がどういう風に初見の問題に立ち向かっていくのか、その思考プロセスを皆さんと共有できるので勉強にもなるし、一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2024年北海道大学の理系数学。旧帝国大学の最北に位置する北大はここ最近数学が大幅に難化し続けているとして話題になっていましたが、今年はかなり簡単になったとの噂です。数学は5問で120分、計算ミスなどにも気をつけて楽しみながら実況プレイしていきます。はい、それでは北海道大学の実況プレイやっていきましょう。どんな問題が出るかワクワクしますね。まずは、第1問から三角関数の問題かな。あと奇跡領域の問題ですね。t を次数とし xy 平面上の点 p および点 q を考えると。で、括弧1が点 p と点 q が一致するような t の値をすべて求めよう。まあ点が一致するってことは x 座標が等しくて y 座標が等しいっていう、連立方程式解いてあげれば一発ですね。コサイン 2t、これサインだけで表すと 1-2 サイン2乗 t イコールサイン t と。で、コサイン t イコールサイン 2t だから2サイン t コサイン t ですね。これどっちも解けますもんね。これはサイン t がマイナス1代入したらいけるからマイナス1と2分の1か。で、下の方はコサイン t が0またはサイン t が2分の1ですね。はい。ということで、サイン t が2分の1の場合は一緒で、あと、サイン t がマイナス1の時、コサイン t が0の、このセットですね。このセットを満たす t っていうのを求めてあげればいいと。で、t が実数だから、一般角っていうことに注意すれば、t が、まず、サイン t がマイナス1、コサイン t が0の時は、2分の3パイ。2分の3パイ足す 2n パイ。で、サイン t が2分の1の時は、6分のパイと6分の5パイか。だから6分のパイ足す 2n パイと、6分の5パイ足す 2n パイと。この3種類。n は整数。こういう風に求めることができますね。これは x 座標が等しい、y 座標が等しいと。よくある定番問題ですね。で、括弧2番が、t が、この範囲で変化するとき、点 p の軌跡を xy 平面上に図示せよ。ただし x 軸、y 軸との共有点がある場合は、それらの座標を求め図中に記せと。はい。点 p の軌跡か。結局、これもね、徹底基礎講座で何回もやってますが、軌跡って言ったら、xy っていう風に置いて、x イコールコサイン 2t、y イコールコサイン t と、x と y についてのね、式を立ててあげて、xy 以外のパラメータ t の存在範囲と、今回 t が0から2πですね。で、そうすると、これ、コサイン 2t が2コサイン2乗 t-1 っていう風に変形できるから、これ代入して、y イコール x イコールか。x イコール 2y2 乗 -1 みたいになるのか。で、代入元の式が残るわけですよね。これはもう徹底基礎講座で何回もやってます。代入したら代入元の式が残って、t が存在するためには、t が0から 2π だから、1じゃダメなのか。だから、t の存在条件っていうのは、マイナス1以上1未満と。y に範囲が加わるわけだから、点 p の軌跡を図示すればいいわけだね。図示するってなると、x イコール 2y2 乗マイナス1。だから、マイナス1っていうところを頂点にして、こんな感じかな。で、マイナス1から1なわけだから、1の時1か。で、y がマイナス1の方は OK、1の方はダメ。で、共有点の座標を求めっていう風に言われてるわけだから、こことここ求めなきゃいけないわけですね。x が0の時、y はプラスマイナスルート2分の1だ。だからここがルート2分の1で、ここがマイナスルート2分の1という風になるわけですかね。この問題はそんなに難しい問題ではないですけど、でも奇跡領域でね、マイナス1以上1未満っていうこの範囲だったりっていうのを正確に求めたりするっていうのは、結構ね、差がつくところかなという風には思います。でも徹底基礎講座ね、
受講されている方は全く問題ないですね。t の存在条件を考えればいいからね。では続いて第2問、確率の問題ですね。条件付き確率。条件付き確率ね。もう結局、徹底基礎講座でも話してますが、一度で二度美味しい問題なんですよね。確率を2つ求めればいいよっていうだけなんだっていうのを、この問題でもおそらくそうなんでしょう。では見ていきましょう。各面に一つずつ数が書かれた正八面体のサイコロがある。1、2、3が書かれた面がそれぞれ一つずつあり、残り5つの面には0が書かれていると。だから8分の1の確率で1、2、3が出るってことですね。で、このサイコロを、投げて、出た面に書かれた数を持ち点に加えるという思考を考える。最初の持ち点は0とし、この思考を繰り返す。例えば3回の思考を行ったとき、出た面に書かれた数が0、2、3であれば持ち点は5となる。足すだけってことだよね。なおサイコロが水平な面、サイコロの、そうだね。同様に確からしい。ということで、8分の1、8分の1、8分の1の確率で1点、2点、3点が加算されると。で、括弧1が、この思考を n 回行ったとき、持ち点が2以下である確率を求めようと。ただし n は2以上の自然数とする。これは1点、2点、3点が何回ずつ出るかっていうことを考えていけばいいわけですよね。2点以下ってことは、0点か1点か2点か。ということで、0点の場合は、毎回0が出続けると。0が出る確率っていうのが8分の5。1、2、3が8分の1ずつなわけだから、毎回0が、出る確率は8分の5の n 乗と。で、1点の場合はって言ったら、結局1が1回、0が n-1 回出ればいいので、反復思考の確率ですよね。8分の1が1回、8分の5が n-1 回、で、nc1 と。この反復思考のね、確率の公式。公式って言ったらあれですけど、1回あたりの確率が何個あるのって言ったら、1、1つと 0n-1 個の順列の並び替えの個数に対応するわけですよね。じゃあ2点。2点の場合は、だから1点が2回か2点が1回の場合か。2点が1回の場合はこれと一緒ですよね。nc1×8 分の1、8分の5の n-1 乗。これは一緒で、1点が2回の場合は nc2×8 分の1が今度は2回出てくるわけだから、こんな感じかな。じゃあ、これを足し合わせれば終わり。足し合わせると、8の n 乗分のっていう風にできて、0点のやつは5の n 乗、プラス、これは n×5 の n-1 乗。これが2つあるわけですね。だから 2n×5 の n-1 乗、足す nc に2分の n×n-1×5 の n-2 乗か。とすると5の n-2 乗でくくれて2を分母に持ってくると、8の n 乗は2の 3n 乗なので、2の 3n プラス1乗分の5の n-2 乗、くくるところの5が25足す違う。2を分母に持ってきたから50ですね。50プラス 10だから 20n 足す n2 乗引く n。だから n2 乗足す 19n 足す50みたいなのかな。これ因数分解できないですね。50。できない。ということで、これが答えなのかな。答えこそ汚いけど、やってることは簡単ですね。0点、1点、2点の場合で反復思考の確率をやっていくだけ。で、括弧2が、条件付き確率か。条件付き確率は一度で二度美味しい問題なんですよね。この思考を4回行って持ち点が10以上であった時にさらにこの思考を2回行って持ち点が17以上である条件付き確率を求めようと。これね、条件付き確率って言ったらなんとかだった時、これが条件ですよね。要は、世界って4回行って持ち点が10以上になることもあれば、10未満になること、どっちもありますよね。だけど、今10以上っていう世界に限定されたわけだから、要は全事象が P。4回行って、4回で10以上。持ち点が10以上になる確率。これに世界が凝縮されるわけですよ。じゃあ、分子の部分は、この世界のね、中で、これが起こった世界の中で、さらに2回。だから、6回でって言ったらあれだね。さらに2回。で、17以上と。つまり、この分母の確率と分子の確率。ね、2問解けばいいだけだよっていうことですよね。4回行って持ち点が10以上って言ったら、全部3が出る場合でも12なので、結構ギリギリですね。限られた場合っていうことがわかります。4回で10以上。分母の場合を考えると、4回で10以上ってことは 2+2+3+3 とか、あと 1+3+3+3 か。これが10ですね。ってことは、10以上の場合は、あとは 2+3+3+3 と 3+3+3+3。この場合しかありえないわけかな。ありえなさそうですね。だから0が出ないって大きいですね。0の場合だけ確率8分の5なので、1、2、3オンリーということは、全部、分母8の4乗分の1にできるっていうのは大きいですね。だからこの
確率っていうのは8の4乗分の、このね、2233の並び替えは6、4、4、1と。この4つの数字の並び替えの個数っていうのを合わせると10たす5だから15か。8の4乗分の15が分母の確率だっていうことはわかりますね。で、4回で10以上、かつさらに2回で17以上ということは、2回でね、マックスでも3たす3の6点しか加算されないわけだから、10点10点の場合はダメですね。で、2333の場合だけ、3たす3っていうのを追加しなきゃいけなくて、12点の場合は、3たす3か2たす3の2パターンありますね。いずれの場合においても、0点っていうことがないわけだから、分母を8の6乗みたいな感じにできて、まず、2333っていうのを取った場合は、4かける、この4ですよ。4かける33だから、1か。1だ。1。足す、3333の場合は1かける、33の場合は1、23の場合は23か32かの2。だから、1足す2。みたいな感じで、結局8の6乗分の4足す3で7。よって答え、これ分のこれですね。よって 15×8 の2乗分の7みたいな感じになるから 120×8 で960分の7。こんな感じで答え出せるわけですかね。条件付き確率。見ただけで苦手意識持ってる人も多いんじゃないかなって思うんですけど、もう徹底基礎講座ね、受けてる方だったらわかると思います。ただ、一度で二度美味しい問題、二つの確率を求めれば、答え出せるわけですね。計算ミスしてなければおそらく合ってるでしょう。では続いて第3問。数列の問題ですね。関数に関する数列の問題。なんか徹底基礎講座でも、京都大学の問題かな扱ってるはずです。見ていきますか。次の問いに答えよ。括弧1がアルファを実数とする。次のように定められた数列 AN の一般項を求めよう。いや、これはもう計算だけでしょ。ね。特性方程式考えると、アルファイコール2分の1アルファプラス1だから、アルファが2か。だから、AN プラス1引く2が2分の1倍の AN 引く2みたいな感じになるので、AN っていうのは、AN 引く2が A1-2 の2分の1の N-2 乗だから2を移行すると、2足す2分の1の N-2 乗、N-1 乗 A1。だからアルファ引く2と。これはもうね、普通の一番簡単な全化式のパターンなんで、絶対に解けなきゃいけないですね。括弧2が、一応ちょっと N が1の時、間違ってない。これ間違ってたら話にならないんで。よし、大丈夫そう。括弧2が関数 f1x を次の関係式で定めると。f1x が 3x。fn プラス 1x がこれ足すこれと。関数 fnx を x と n の式で表せ。これ fnt/dt、ここの部分が定数なので、結局、fn プラス 1x の形っていうのが決まりますよね。これが x の n プラス。だから、fnx っていうのは bnx の n 乗プラス cnx みたいな感じで表せるわけですね。x1 次の項と、これ n プラス1の時 n プラス1だから、x の n 乗と。ということで、bn と cn についての全化式を考えてあげればいいと。fn プラス 1x は違った。bn じゃないな。これ bn である必要ありませんでした。すいません。bn じゃなくてこれ n プラス1確定ですね。n プラス1の時 n プラス2なわけだから bn って置くまでもなく n プラス1確定でした。ということで fn プラス 1x の場合はこの n に n プラス1を入れて n プラス 2x n プラス1乗プラス0から1まで fnt。だからこれを積分したものを入れると。ここが x の n プラス1乗になるから、1プラスこれが2分の 1cnx2 乗になるから2分の 1cn ですね。はい。じゃあ全化式はって言ったらこれが cn プラス1になるわけだから、これと一緒か。an プラス1イコール2分の 1n プラス1と全く同じ形になりますね。括弧1番がある理由っていうのを考えたら、括弧2番でね、同じ形出てきたら安心しますね。ということで、あとは初項を考えてあげればいいわけなんだけど、c1 は、f1x イコール 3x ってことを考えると、これに1入れると、2x 足す cnx が 3x だから c1 は1ですね。はい。初項を与えてあげると、cn っていうのが、このアルファに1を入れればいいわけだから、cn が2-2分の1の n-1 乗っていう風になるのか。ということで、fnx は n プラス1、x の n 乗プラス2-2分の1の n-1 乗 x。トントン拍子に行き過ぎてますね。非常にこの問題も基本的な問題ですが、このね、fnx の形がこうなってるんだっていうことをちゃんとね、推測した上で、適切な場所において全化式を立てていく。これは徹底基礎講座の、ちょっとね、発展的な兄弟の問題でも
同じような問題があったはずなので、まあこれはぜひ解けてほしい問題ですね。こんなの簡単じゃん。徹底基礎講座でも誤診あるじゃないですか、三角形には。その誤診のね、ベクトルをすべて求める方法っていうのをやってるので、これ簡単ですね。あっけないですね。なんか、これで終わり？だってログ x プラス2でしょ？ログは微分したいわけだから部分積分ですよと。ということで、無事全問正解することができました。イエーイ！いや、良かったですね。いや、でもこれ、満点狙えますね。徹底基礎講座のなんなら演習問題までで満点狙えるセットかなっていう風に思いますね。去年、北海道大学、確か最後の問題がめちゃくちゃ難しかったんですよ。でも今回、そのね、難しい問題っていうのはないどころか、割と基本的な問題しかなかったかなっていう風に思うので、徹底基礎講座やってる方は、これ満点いけたんじゃないかなっていうふうに思いますね。こういった標準的な問題でしっかりと満点が狙える盤石な数学力を身につけたい方は、僕の数学力の全てが詰まってる、エッセンスが詰まってる徹底基礎講座、もう本当におすすめですので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。まだまだね、宮廷大学の実況プレイやっていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。